こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ロバをようやく見つけて活用し始めたところまでです。ぼちぼちロバに名前をつけてあげないの？確かネームタグ持ってたでしょ。ネームタグ使うとしたら、他のロバと識別する必要が出てきた時ですね。さて今の時点の踏破確認したバイオームは31種類です。メガタイガ、ジャングル、メサが見つかればそこそこ数字が進みそうなんですが。あとはまだ2つ残ってる砂漠くらいかしら。こんなところにも。見えにくいところの峡谷は怖いです。あれ、ゾンビが燃えてるし。すぐに燃え尽きたところを見ると、遠目の洞窟から登って歩いてきたゾンビでしょうね。せっかくここまで近づいたのにね。お、リードを使うとちゃんと川を渡ってきてくれますね。早くは泳げないようね。ロバは泳ぎは苦手な方なのかな。さて、まずは目先の大河で未踏破の M を探してみたのですが、見つかったのは9両だけでした。大河 M は山岳地形だったわよね。あれ？山のふもとにエンダーマンがいますね。真っ昼間からこんなところでブラブラして、お仕事大丈夫なのかしら。配達の行きがけのようですよ。消えた。さっきいた場所にワープしてるとか嫌がらせですか。戻ってきたら向こう岸にいるし。そこでなんで水に入るの？見失ったようです。まあ諦めてバイオーム踏破に戻ります。なんでまた見つかる場所に出てくるんですか。またどこかに行ってしまいました。さっきからエンダーマンにからかわれている感じね。気にしたら負けですね。もう次に見つけても無視します。来たー。もうやっぱり倒します。翻弄とされすぎよ。またか。どこ？今度はどこ？また逃げられちゃったわね。悔しい？さて、山岳の谷間の川を渡っているところなんですが、ちょっと泳ぐのが面倒なんですよね。試しに船を使ってみましょうか。船じゃ速すぎてロバがついてこれないんじゃないの？スピード上げなければ大丈夫じゃないでしょうか。大丈夫そうですね。さて、地図の西側を南下中なのですが、ちょっと動作の重さが気になるんです。村人の呪いが再発したの？単に地形生成で重くなってるのと違う感じなので、パソコンのせいでしょうね。試しにゲームを立ち上げ直しましたがどうでしょう。前はこれで改善したんですけど。まだカクついてしまっているようです。これじゃちょっと操作しづらいわね。さて、ここから先は湖のようですし、またロバに頑張って泳いでもらいます。あまりロバに無理させてはかわいそうじゃない？いえ、いっそたっぷり泳がせて、一流のスイマーに育て上げます。そんなパラメータないと思うわよ。あれ全然ついてこないですね。様子がおかしいです。前に川を渡った時はついてきてましたよね。仕方がないので一緒に泳ぐことにしました。よし、これならついてきますね。でも、ここでまた不思議な現象が。船を叩いても回収できないんです。ひょっとして船の座標がずれてしまっているのでしょうか。よく考えれば素手で叩いて船を壊せる方がおかしいのだけどね。石くらい素手で砕けるので木の船なら余裕です。とりあえず起動し直してみたら、すぐ近くにあった船があんな遠くに行ってしまいました。ともかくやっと無事に回収できました。
なんだかんだでようやく南東端に到着です。そこから西に進むとまたも山岳がありました。そろそろいい加減、未踏破の山岳バイオームを探し当てたいところなんですけどね。どうもここにもプラス M はないようです。うわぁ、何この牛の数。ここは牛さんの縄張りね。下手に侵入すると排除されるわよ。この辺は草も生えてないから植えてて凶暴そうですね。でも赤いものを身につけてないので大丈夫のようです。さて、だいぶ地図の南東方向が埋まってきました。お、雨降ってきましたね。地下にいた頃はたまに降ってましたが、地上で雨を浴びるのは初めてですね。そういえばリスポーン拠点でよく雨の音がしてたわね。まあ視界がちょっと悪いので、天候コントロール装置を使っておきます。ちなみにこれもベッド型です。一応聞いておいてあげるけど、なんでこのベッド型の装置を使うと雨が上がるの？ここだけの話なんですが、実は天候自体をコントロールしているのではなく、内部の仕掛けは雨が上がった朝の日までコールドスリープしてるだけなんです。そのまま投資すればいいのに。やっと下半分が埋め終わりました。森林や山岳ばかりで結構だるかったです。未踏破のバイオームがなかったわね。さて、次は地図の上側も埋め尽くしてしまいます。地図の東端を北上しているところなんですが、サバンナバイオームが見えてきました。前に見つけたサバンナとは違うところかしら。さて早速未踏破のサバンナ第一 M 探しです。第一 M も M と同様に標高が極めて高いそうですから、高いところを探します。それほど広くないサバンナでした。でも砂漠がありますね。砂漠の方はまだあまり探索してないので未踏破が2つ残ってます。おお、穴ぼこが2つ開いた丘陵っぽいのがありました。なんだか豚の鼻の穴みたいですね。よしこれで砂漠丘陵踏破です。あとは M だけです。マゾって M なんだっけ？確かにマゾは M ですけど、M には水たまりがあるらしいんです。あれここ普通の砂漠ですね。てっきり M かと思ったのですが。お、またサバンナがあります。この地図の北東端で、地図が今で伸びてます。ただのサバンナ大地でした。さて海を渡ってきたところなんですが、ようやくすごい高さがあるサバンナに出くわしました。地図外に軽く出てしまってますね。デバッグモード全開で調べます。あれ？ここ砂漠 M なんですか？水たまりは見かけなかったような。まあとにかくこれで砂漠系はコンプリートです。さてでは登ってみますが、これひょっとしたら前に登ったサバンナ M かもしれないですね。形が違うと思うけど。逆側から見ているんですよ。でもまあ見逃しがあるかもしれないので調べます。こっちの小山は M の方でした。今回は降りることも考えて登ってますので、安全に降りられます。前回は考えてなかったの？回り込んでみたら、どうも真ん中に穴が開いてたようです。前に来た時はこっちに回り込んでなかったんですよ。どうやら行き止まりのようです。あ、ここ砂漠バイオームですね。こんな隙間からちょうど太陽が見えてるわね。あれ、横穴洞窟あったのか。いいですね。こういうのたまらなく好きです。いい感じよね。いっそもう、ここ拠点にしちゃったらどう？ちょっとリスポーン拠点に近すぎです。さて再び山頂まで登ってきました。ここまでデバッグモード全開で調べ回っているのですが、
やっぱり第1 M は見つからなかったです。どうやら特殊なケースを除けば、それぞれのバイオームには一定の広さがあるようですから、この小高い部分はごっそり全部サバンナ M なのでしょうね。地図の北側から西に進んでいると、ちょっと面白い島がありました。あれ？この島は海洋バイオームだけでできてるんですね。大雲発見。冒険の時間を始めてからはモブをめったに見ないんですよ。どこではいたのかしらね。さてここから先はほとんど海のようですので、ロバにはここで待っててもらいます。もう少しで地図1枚目、新がクリアです。20分ほどで地図を埋め終わりました。湿地や屋根状の森を見つけた程度で、未探索のバイオームはなかったです。さて、キリがいいので今回はここまでです。今回新たに踏破したバイオームは2つでした。伸び悩んでいるわね。でも、上半分は結構網羅してきたわね。同じバイオーム系をコンプリートできるかが鍵なんですよ。今回砂漠系はコンプリートしたので、もう砂漠はくまなく調べないで済みます。次回はいよいよマップ2枚目です。ではまたね。バイバイ。